上がるはずなんです。予測ができていたんです。体の進化？ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ50代女性は必見です。大人世代は体の変化を感じながら本当の自分を発見し、心や環境との調和を図っていく、そういう節目の世代なんです。私の実体験をもとにたった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。最後まで見て、もしこの動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録といいねの高評価、シェアまでしてもらえたら超やる気が出ます。タクトレボディデザインオタクに聞きたいことがあったら遠慮なくコメント欄に書き込んでください。皆様からのコメントを楽しみにしています。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは体の進化。体の進化？私が運営しているリンパ整体スタジオボディラボで施術をしている時のお話です。独立開業して早20年以上経ちますが、ここ数年感じることがあります。お客様に施術をしていてもはっきりとした答えが出ないというか、人の体が進化しているように感じるのです。以前はこの症状なら3回くらいで良くなるなとか、ちょっと難しい病名がつくような時でもある程度もしくは完全に良くなることもあったりして、人の体に対して予測ができていたんです。ところが最近は予測を立てるのがとっても難しくなってきています。子どもたちを見ても分かるように、平均身長が高く手足が長く、視力低下、アトピー、喘息、感覚の鋭い子どもが増え、昔とは明らかに違います。いろいろ考えてみたところ、人の体が進化しているのには2つ理由が考えられます。1つ目は食べ物や環境による体の変化。2つ目は世代に伴う心の変化。人の体に対して予測ができなくなっているというのは、もしかすると私自身の能力が落ちていることが原因かもしれません。55歳で引退することを開業前から決めていたくらい、この仕事は心と体の両方が強くないとできない仕事なんです。だから少し早めに第一線から退くというゴールを決めてからスタートしました。あと3年か。そう思うと少し寂しいな。しかしよく考えてみると、この仕事は年齢を重ねるごとに知識や経験の幅が増えていくものなので、予測に関する能力は上がるはずなんです。私たちは大人世代、そういえばいろいろ変わっている気がすると薄々感じている人もいると思います。1日たった1分の積み上げで結果を急がず、毎日の隙間時間に見直すことが大切なんです。先ほどお話しした通り、人の体が進化している理由は食べ物や環境の変化に伴う体の変化、世代に伴う心の変化だとしましょう。じゃあこれらと向き合うにはどうすればいいか、簡単に説明しますので、ここは必ず聞いてください。少し振り返りをしてみましょう。おばあちゃん世代は戦争を経験しています。男子たるもの、女子たるもの、国家や家庭でも君主制が色濃く、差別もたくさんあったようです。質素倹約、我慢、忍耐、継続、このようなことが美徳とされていました。では現代の子供はどうでしょう。バブル期の発想から生まれた教育システムによって、嫌なことは避け、好きなことや得意なことを選択するといった個性を尊重する風潮にあり、ゆとり世代とも言われています。小さい頃からゲームやインターネットに慣れ親しんでいます。そして私たち大人世代、戦前時代とゆとり世代の大きな価値観の違いの狭間で揺れ動く揺らぎ世代。我慢や忍耐と同時に自由や個性が求められ、管理職や経営に関わる重大な責任を担っています。それなのに経済は下降をたどっていて、今の大人世代にしかない辛さはあると思います。おそらく10年後、20年後の大人世代とは
全く違う試練を必要とされているでしょう。そっか、じゃあ大人世代が辛いのは仕方がないのね。確かに仕方がないことです。バブル崩壊、リーマンショック、たくさんの辛さを経験した世代ではありますが、体の変化に対応するには大人世代の今のあなたの状態に向き合う必要があるんです。そのためにやること、それは情報精査。この場合、時代の流れを知るということになります。今日のテーマはそう、体の進化です。ではやっていきましょう。ここでビフォーチェック。皆さんの子供の頃を思い出してください。社会科の授業では水俣病、痛々病を習い、大気汚染、環境破壊、光化学スモッグの警戒警報が出た時は外遊びを制限されましたよね。電化製品が充実して二層式洗濯機、やたら大きな掃除機、ガス炊飯器、ガスレンジ、座卓やテーブルで食事、食べ物はパン、白米、肉、魚、汁物、おひたし、煮物、サラダ、ハンバーグ、スパゲティ、カレー。食卓には洋食が並ぶようになり、おやつも登場します。果物、トウモロコシ、みりん干し、ホットケーキ、ビスケット、アイスクリーム、駄菓子、いろんなものを選べる時代になりました。次に皆さんのおばあちゃんの子供の頃を思い出してください。空襲警報、疎開、武術の稽古、軍服の裁縫、すべてが戦争を中心にしたライフスタイルです。手洗い洗濯、ほうき、拭き掃除、かまどで調理、ちゃぶ台で食事、麦ご飯、魚の塩焼き、味噌汁、漬物、おひたし、煮物、おやつは畑の野菜、花の蜜。実に質素です。では現代の子供世代に移りましょう。暑さ指数による熱中症対策、インフルエンザやコロナ対策、公園遊具やボール遊びの禁止、体罰や類似するしつけの禁止。守備体制は整っていますが、遊びを通した体の鍛錬や心の教育はどこに行ってしまったのでしょう。唐揚げ、串カツ、とんかつ、焼肉、サラダ、お刺身、餃子、ラーメン、お鍋、牛丼、定食、コンビニ弁当、おでん、ピザ、冷凍食品、ハム、ソーセージ。おやつはコンビニスイーツ、アイスクリーム、スナック菓子、菓子パン、チョコレート、グミ、ゼリー、ケーキ。取り上げられないほどの種類があります。各世代の大きな違いは手軽さです。遊びの減少によって鉛筆、ハサミ、裁縫、ボール、縄跳び、鉄棒など手足をうまくコントロールすることができない子がどんどん増えています。食事やおやつはすでに味付けや調理されているものがほとんどで、いつでもどこでもすぐに手に入ります。私は仕事で何を食べたらいいですかと聞かれることが時々ありますが、推奨しているのはこれ。近くて遠い食べ物、形あるもの、いろんなものをまんべんなく。近くては地産地消、まずは国産、そして地元の食べ物です。遠いは人間から遠いものから順番に魚、鳥、豚、牛となります。形あるものは原材料がわかるもの、ハム、ソーセージなどの加工食品、レトルトや冷凍食品、袋菓子以外のもの、つまり手作りの食事となります。皆さんの食事に使われている肉、魚、野菜、果物、スイーツ、冷凍食品、調味料、これらがどこで育ったものなのか、何が入っているかご存知ですか？添加物大国と言われる日本で暮らす私たちは、余計なものを排除しようとすると食べるものがなくなってしまいます。それにいろいろ調べ出すとキリがないくらい多くの添加物が使われています。加えて家庭教育では食べ物の好き嫌いを良しとしている傾向にありますが、好き嫌いが少ない方が体のバランスは取りやすくなります。ポイントは近くて遠い食べ物、形あるもの、いろんなものをまんべんなく。いろいろ考えるとややこしくなるので、ポイント1ではこの3つを覚えておいてください。そして家事や仕事も随分変わりました。現代の家事は電化製品がほとんどやってくれますし、仕事もパソコンが片付けてくれます。コロナ禍の今は人間関係がますます希薄になり、お隣さんと言葉を交わすことも少なくなりました。運動不足を解消するためにジムで体を鍛え、広告のサプリメントなどによって栄養バランスが崩れ、手軽に美容と健康を得ようとしていることが裏目に出ています。例えば
わざと高いところに物を置く、物干しの位置を高くする。そうすることで腕を上に上げる動作や背伸びをする回数が増え、肩やふくらはぎの筋肉をたくさん使えるようになります。自転車を徒歩に変え、デスクワークをスタンディングワークにすれば足が鍛えられます。自動掃除機をやめて自分の手で拭き掃除をすれば、這うような姿勢によって体幹が鍛えられます。お風呂の天井掃除は背中の筋肉にアプローチできます。ポイントは家事にタクトレをプラスする。最後にアフターチェック。薬、医療、整体、エステ、マッサージ、サプリメント、化粧品、美容グッズ、ジム、これらに毎月どのくらいの費用と時間を費やしていますか？広告につられてポチったものはどのくらいありますか？これらに依存することなく美や健康を得られている人は素晴らしい状態です。これらへの依存度が高い人は今日の動画を繰り返し見てください。リンパ整体師の私が言うのも変ですが、ここに挙げたものに依存すると体に耐性ができ、刺激を上げていかないと効かなくなっていくからです。純粋な栄養を消化吸収排泄し、化学物質に負けない体を作ることで余計な出費を減らし、本当の美と健康を得ることができるので、この動画を見た後は1日1分の実践をしましょう。私たちが受けてきた教育は戦争時代の名残が濃く、古い価値観を受け継ぎ、上層部に敷かれたレールの上を進むというものでした。個性の尊重という大義名分のもと、見て見ぬふりや事なかれ主義が蔓延しています。子供のお手本だったはずの大人は善悪の判断や選択する力を持っておらず、自分の生き方さえ決めるのが難しくなっています。まずは自分の生活にしっかり触れることで、無駄なものを省き、必要なものだけを残す。人間関係も同じです。心と体は表裏一体です。大人のタクトレは生活の中に運動を見出すこと。そうすることで少しずつ自分自身の生活を見直し、やがて自分自身を見直すことができる。これが大人のタクトレを提唱する意味です。長い話を最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。メソッドなしの動画になりましたが、時代が大きく変わっている今、大人世代にとっても大切な内容なので、この動画を作りました。ナンバー1からナンバー10のメソッドを復習しながら、今日の動画をライフスタイルに組み込んでもらえたら幸いです。それでは今日はここまでです。積み上げたあなたに花丸、いかがだったでしょうか？これなら続けられそうかな？1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒に頑張っていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。